三池ビーチの美味しいローカルグルメ知ってますか？シンキャオナムです。今日はな、お皿の上のアジアを見ると、ホーチミン市でベトナム語を学ぶおじさん大学生が選んだ三池ビーチ南側エリアのローカルグルメについての知識が深まります。画面の前の皆さんの応援が必要です。三池ビーチには何があるというのですか？シンキャオ、ダナン旅行を予定されている方、ベトナム好きの皆さんこんにちは、ナムです。今回のお皿の上のアジアはこちら、ダナンで最も有名なビーチ、三池ビーチからお届けしたいと思います。ここ三池ビーチの南側では一体どんな美味しいローカルグルメが食べられるのでしょうか？今から楽しみです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。三池ビーチはダナン国際空港から東に約 4.8 キロの場所にあるビーチの名前です。世界で最も魅力的なビーチの一つとして2013年にアメリカの経済誌フォーブスに選ばれたことで世界的に注目を集めました。全長約9キロにも及び、白く細かい砂浜と透明度の高い海が広がります。三池ビーチを訪れるベストシーズンは晴天が続く6月から8月と言われています。ビーチ周辺には観光市場バックミーヤン市場があり、地元の人々に愛されるローカルグルメを味わうことができます。さらにビーチ沿いにはシーフードレストランが数多く点在しており、生きのいいエビや貝料理などを堪能することができます。今回はそんな学生街としてもにぎわう三池ビーチの南側エリアのローカルグルメについて紹介していきます。ユーホップベトナム語センター、ホーチミン市とダナン旅行者向けベトナム語南部弁のオンラインプライベート講座始めます。講師はホーチミン市在住のチュン先生とダラット出身のラム先生も仲間入り。アシスタントはナモおじさんこと荒船哲夫が担当。要チェック。一人シーフード。チャオ V チューモイグイ、皆さんこんにちは、ナムです。今回私は三池ビーチの南側周辺に宿泊しています。この界隈で一人でも飲食しやすい海鮮のお店を探した結果、今から行くお店に行き着きました。私自身もね初めて行くので、どういったお店なのかというのはまだ正直分かりませんが、一皿の金額が決まっているお店ですので、そういった意味では安心して注文できるかなと思います。また価格もおよそ8万ドン前後でしたので、一人でも利用しやすいかなと思ってこちらを選びました。それでは行ってみましょう。酒飲むぞ、レッツゴー。このような大通りの路地にあるお店です。こちらですね、このハイサントイコという名前のお店です。では行ってみましょう。もうすでにお客さんいますね。このお店は Google マップの南側の三池ビーチから約500メートルの場所にあります。営業時間は10時から23時までで、日本食料理店のような内装です。日本語も書いてあるメニューをくれました。これですね、ベムさん、こちらが美味しそうだなと思ったので、こちらとニュンビンですね、ウニ、こちらも注文します。親切なスタッフが生けすを案内してくれました。このように生けすから選ぶこともできそうですエビですね、エビ、カニ、ロブスターとかも置いてます。あ、これがねちょっと食べたかったんですよ今回。青いムール貝、ここは絶対に一人で来ても大丈夫です。てか一人で来てるお客さんも多いです。およー、ベトナム中部といえばフーダビールですよね。だいぶ変わった器ですね。これがマテ貝です。今回はタマリンド炒めにしてもらいました。いただきます。もし初めてベトナムで貝料理を食べるなら、癖のないマテ貝は特におすすめです。結構ね生姜が効いてます、この店のタマリンド炒めは。内臓の部分がちょっとこう苦みがあったりとかします。なので冷凍じゃないかなとは思いますが、美味しいです。このお店のスタッフは気配り上手です。でこちらがムール貝の一種だと思われます。ただですね、汁が出ちゃってあれなんですね、このね青っぽい色なんですね。この種類のムール貝ってちょっと見たことがなかったんで注文してみました。こちらも来ました、ウニです。
このウニはね美味しくなさそうですね多分冷凍じゃないかなと思うんですけど、冷凍じゃないとは言ってたんですけれども。ではムール貝いただきます。ナムおじさんは無類の貝好きですが、ホーチミン市内でムール貝を提供するお店は聞いたことがありません。これめっちゃ美味しい。こういう青い貝なんですけど、これやばいですよ。味付けはバター、ネギ油、ピーナッツ、フライドオニオンです。もうね、ビールマジで美味しいです。でもね、ワインでも飲みたかった。とにかく美味しい。最高。こちら2本目です。ヨーヨーヨー。で、これがウニです。このなんかこういう色なの、ウニってちょっとわかんないけど、結構ねちゃんとウニの匂いがします。こういう赤っぽい色のウニなんですね。初めて見ました。ウニの素焼きはできないと言われてしまいました。わ、めっちゃ美味しいやば、これガッテン寿司のウニより甘いですガッテン寿司に失礼かもしれないけど、鮮度を気にする方は生けすに入っている貝やエビを注文するといいかもしれません。本日のラス1の貝です。こんなに甘いムール貝は初めてでした。マジね、ダナン来たら青ムール貝頼んでみてください。超美味しいです。蚊がいるのでその点は注意した方がいいかもしれないです。なぜか好評をいただいているトイレチェックの時間です。一応ちゃんとトイレです。やはりですね、オップモンタイはここにありませんので、この生けすの中にあるものを注文すると新鮮な貝が食べれるんじゃないかなと私は思っています。メニューに日本語が書いてあるのもとても利用しやすいかなと思います。あとロブスターは1匹でだいたいハイキューぐらいの金額がかかるそうです。ですので、お金持ちの日本人の皆さん、ぜひ食べてみてください。私は手が出せませんでした。ごちそうさまでした。バクミヤン市場。じゃあ、VTR mọi người、皆さんこんにちは、ナムです。今私はですね、チョバクミアンという、市場に来ています。こちらの市場にもフードコートがあり、さまざまなローカルグルメを食べることができると口コミを見てやってきました。それでは行ってみましょう。レッツゴー。バックミーアン市場はこの界隈の観光市場としてとても有名です。この市場は Google マップの南側のミーケビーチから約 1.2 キロの場所にあります。基本的な営業時間は朝6時から夜7時までだそうです。かなり落ち着いた雰囲気ですね。さて TikTok で地元の人たちが紹介していた名物料理を3つ食べに行きましょう。4種thì about 20 ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. 市場へ行く際はベトナム南部弁の一皿ください。超麺もファンは覚えておきましょう。まず1品目ですね。ブンチョンといういろんな具をこう混ぜ合わせて食べる料理です。トッピングにこうかけて食べます。市場の雰囲気や活気がさらに料理を魅力的に感じさせてくれます。一番買うのはフライドオニオンです。フライドオニオンがシナッツも入ってると思います。ただ、味わいはですね、結構辛いです。こってりとした豚の皮の味わいとタケノコのコリコリとした食感が癖になっちゃいます。ビールにもよく合いそうです。はい、続きましてバンカンを食べに行きたいと思います。こちらの、市場ではバンカントンは1店舗しか置いてないみたいで、私はエビ好きなのでバンカントンのお店に行ってみようと思います。レッツゴー。この店はエビのバインカンだけでなくミークワンやブンティッドヌン、ブンマムも提供しています。一皿の値段は3万ドンくらいです。cho mình một phần bánh canh thông được không? Dạ. こちらがバンカントンですね。美味しそう。なんかちょっと想像と違いました。なんかサラダ感覚で出てくるみたいです。
生おじさんはこれまでライスペーパーに巻いて食べるバインカンしか知りませんでした。よくね、バンカンってベトナム風のたこ焼きみたいな言われ方しますけど、ここのはどっちかというとかき揚げみたいな味がします。ココナッツミルクの味とかもあんまりしないですね。バンカンのあれだろな。塩対応の店員さんもすごく好印象です。エビのバインカンを食べてみたかったらこちらに決まりです。ごちそうさま。とにかくね、この市場暑いです。最後にアボカドのアイスを食べに行きたいと思います。有名なのはコーバンというお店のアボカドのアイスが有名だそうです。行ってみましょう。レッツゴー。交番のお店は市場のフードコートに入ってすぐ一番目立つ場所にあります。常に混み合っているため少し困惑してしまいますが、空いている席に座って注文すれば OK です。この店のアボカドアイスはいくつかのサイズがあります。注文するときにはどのサイズかも伝えるようにしましょう。はい、これがですねアボカドアイスです。ダナンでは有名みたいで、どこの市場でも大体置いてあります。上には、ココナッツアイスが乗っていて、下にアボカドのペーストがあります。ココナッツアイスの上に乗っているのはココナッツチップスです。ザクザクとした食感でリンゴのチップスのような甘みと香りが特徴です。私の感覚ではこの市場のアボカドのアイスの方が美味しいです。ただこっちもこっちであっさりしていて美味しいです。濃厚なのが好きな人はコーン市場の方行ってみてください。市場内に外国人観光客はほぼいませんでした。値段によってドリアン入りとかもいろいろ選べるみたいです。はい、ごちそうさまでした。すんげえお腹いっぱい。7万ドンで3品食べることができました。大満足です。ごちそうさまでした。ドナルドチューン。チャオブイチュアモイグ、皆さんこんにちは、ナムです。今私はですねドバー通りに来ています。この界隈では有名な通りになっています。で今回私がですねここのミーケビーチ周辺を探索すると決めてから絶対に行こうと思っていたお店がこちらです。ドナルドチューンというお店ですね。パンチャンティテオを食べることができます。それでは行ってみましょう。レッツゴー。なんとアメリカの大統領と2文字違いの店名です。このお店は Google マップの南側のミーケビーチから約 1.6 キロの場所にあります。このお店はチェーン店で本店はフエ市内にあります。こちらの店舗では空調のあるエリアとオープンエアのエリアに分かれています。この QR コードを読み取ってオーダーしてくれと言ってました。今時こんなんばっかりなんですね。この4つがメインになるとは思いますが、私は豚肉巻きですね、こちらがおすすめです。でこれで注文は完了です。こういった感じで野菜が並んでいます。これを自分で席に持って行って食べます。なんとここではですねマンゴーも取り放題です。こういったサテとか調味料とかも取り放題だそうです。こちら野菜でこれがヌクチャムかエビを発酵させたもので作られているソースになります。どっちも使ってもいいと思います。2種類のライスペーパーとお肉はスタッフが運んできてくれます。はい、これがですね今注文した豚肉です。これが8万ドンですね。で野菜とヌクチャムとライスペーパーですね。こっちが生のライスペーパーでこっちが乾いたライスペーパーになります。手洗い場があるみたいです。ベトナム旅行中は手を使って食べる料理が多いのでウェットティッシュを持ち運ぶと便利です。はい、こういう感じですね。いただきます。タレにディップして豚肉甘い。この手のお店って絵代わりしないんですね。あんまり食べるところはあんまり面白くないですのでほぼスキップしてもらって大丈夫です。あとは私が黙々と食べるだけですのでつまらないと思います。
このお店は比較的に広いので家族連れやグループでの利用にもおすすめです。朝は7時から営業しています。このタレですね、タレの味はですね、イカの塩辛に近いと思います。結構ねしょっぱいです。あとねこれね辛い、ここのタレ辛いので、辛いの苦手な人はちょっと食べれないかもしれないです。その場合はこのヌクマムをつけて食べてください。メニューにビールの記載がないのでノンアルのお店かもしれません。その点はくれぐれもご留意ください。ここはねやっぱりねマンゴーが美味しいんですよ。マンゴーをとにかくたくさん巻いて、このしょっぱいタレをたっぷりとつけて食べるともうって感じです。でここ牛肉も置いてます。牛肉も多分美味しいんじゃないかなと私は予想しているので、何人かで来てゆで豚、焼き豚、牛肉をシェアして食べるっていうのもいいんじゃないかなと個人的には思います。今回私が利用したお店はダナンの中心地からは少し外れています。ですのでダナン中心地で食べたいという時は空港とダナン駅の間にある店舗を利用してみてください。ごちそうさまでした。美味しかった。じゃあ V チャモイング皆さんこんにちは、ナムです。今回の2軒目のホテルに来ています。ドージスターホテルというホテルです。今11時半です。チェックインできるかちょっとまだ分かりませんが、とりあえず、お願いしてみようと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。窓付きの格安ホテルを探した結果、このホテルを選びました。このホテルは Google マップの南側の三池ビーチから約850メートルの場所にあります。荒船鉄道もう夜バックミーヤン市場でランチを食べてバイクタクシーを利用してホテルに戻ってきました。繁忙期のダナンでアーリーチェックインするのはなかなか難しいようです。約1時間早く、チェックインさせてもらいました。今回は6階のお部屋です。お、広い。お、いいじゃん。でもなんかちょっとおじさんの匂いがするけど、まあ私もおじさんなんでまあ大丈夫でしょう。この微妙に傾いている絵もなんとなく気になりますが、広くていい部屋だと思います。ここがシャワー室です。バスタブはありません。中に入っているのは有料だよって言ってました。で、上に乗ってるのは無料だよっていうことです。こういった感じの景色です。同時ホテルさんでお世話になります。よろしくお願いします。硬い。硬かったです。もう一度だけ思い出して僕らの星のあるべき姿。はい、今チェックアウトしました。こちらのホテルはですね、1階が駐輪場になっていますので、フロントを通らずにお部屋に行くことができます。この界隈に泊まるときはね、またここのホテル使いたいなと思います。ありがとうございました。あさりのおかゆ。じゃあ V サーモイング皆さんおはようございます。ナムです。今私はですね、今回泊まっているホテルの近くに来ています。こちらにアサリのおかゆを提供しているお店があります。アサリのおかゆといえばホイアンが有名ですが、ダナンでもアサリのおかゆ食べられるみたいなので楽しみです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。こちらのスカイブティックホテルの1階に入っているお店です。このお店は Google マップの南側の三池ビーチから約950メートルの場所にあります。トッピングによって価格が変わります。肝心のアサリを注文し忘れたので別皿で追加注文しました。はい、これが今回注文したアサリとカキとリブ肉のおかゆです。骨付きのリブ肉になってます。ではいただきます。個人的には生でなければベトナムでカキなどの貝類を食べても問題ないと思います。生牡蠣は運次第です。見た目に反して結構濃いめの味付けです。ホイアンで有名なこってこてなおかゆよりはあっさりしています。ですのでね、逆に食べやすくて美味しいです。
私としては胡椒を入れた方がいいかなと思います。おかゆ自体は薄味ですが、トッピングは濃いめの味付けになっています。個人的にはあさりと牡蠣だけで十分だったかなと思います。リブ肉はほとんど肉ついてませんでした。ダナンのミーケビーチ周辺で朝食お探しでしたら、一つの候補に入れてみてもいいと思います。ごちそうさまでした。チャオ V チューモイグイ、皆さんこんばんは、ナムです。私は今ですね、この界隈では一番にぎわっている通りに来ています。ちょっと説明の仕方あれなんですけど、ミーワンという麺料理が7万5000ドンで食べれるということで、そんなに高くないので食べていきます。それでは行ってみましょう。レッツゴー。ホーチミン一区のニャーハンゴンのような雰囲気のレストランです。このお店は Google マップの南側のミーケビーチから約700メートルの場所にあります。店内は広いだけでなく高級感があります。一方でスタッフはとてもフレンドリーです。むちゃくちゃおしゃれですね、この店。食後はバースペースでくつろぐこともできますよ。エアコンがあるところは満室ですね。ほぼ満席だ。で、私は別にエアコンなくてもいいのでここに座りたいんですよ。メニューはベトナムの中部料理だけでなくかなりの数がありますので、ホームページで事前にチェックしておきましょう。このレストランでは6時半から生演奏の音楽を聴けるそうです。しばらくの間、ベトナムの伝統的な楽器の美しい音色をお楽しみください。すっごくないですか。なんて優雅な気持ちになるんでしょうか。素晴らしいです。はい、こちらがですね、ミークワンですね。トンテッドという豚肉とエビが乗ったミークワンです。こちら確か7万8万ドン程度だったと思います。野菜は後で足しながら食べます。ではいただきます。こんな音楽が終わったタイミングで申し訳ないんですけれども、このミークワン全然美味しくないですマジで。ナムおじさんは本場タムキー市にミークワンを食べに行くほどミークワンが大好きです。またホーチミン市内でも週 2,3 回はミークワンを食べます。この店のミークワンのスープはコクがなく、調味料の風味だけが際立っているように感じました。ウーシャンフェンが使われてると思います。そのね、香辛料がね、私の口には合わないです。なので中華風の味付けが好きな人は好きかもしれないですけれども、私の口には合わないです。美味しくないとは言いつつ、出されたものはなるべく食べきりたいと思っている昭和生まれのナムおじさんです。もうね、全部が見事に調和して美味しくなかったです。撮影のお礼に5万ドンのチップを送りました。生演奏を聴くこ
ことができて、美しいダナンの夜を彩ってくれてありがとうございますと伝えたいです。料理が美味しくなかったですね。ちょっとびっくりしちゃったよ。選ぶメニューによっては日本人の口に合わないかもしれませんので、こればっかりは運ですね。結構独創的な味付けをするお店なのかもしれませんので、ちょっとその点は注意が必要かなと思います。6時半からの生演奏はぜひ聴いてみてください。ごちそうさまでした。はい、今回のお皿の上の味はいかがでしたでしょうか。ここダナンにも安くて美味しいローカルグルメたくさんありましたね。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。引き続きチャンネル登録、コメント、いいねボタンもよろしくお願いします。また2025年3月から UHOP ベトナム語センターという語学センターを開設しました。ダナン旅行を予定されている方、ホーチミン旅行を予定されている方でベトナム語を勉強したいよという方、ナモおじさんの活動を応援しているよという方もぜひ登録してみてください。大変好評いただいております。ありがとうございます。それでは皆さんまた会いましょう。変がプライニャー、バイバーイ。今日のお皿の上のアジアチャンネルのチャンネル登録者数は3000と363人。皆さん登録していただき本当にありがとうございます。月額490円でメンバーシップ始めました。入会してメンバーシップ限定の動画をお楽しみください。